ちは。今回の動画もコペンハーゲンの観光の続きから紹介したいと思います。動画の最後に今回宿泊したこちらの Airb の紹介もしていますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。前日はもうすごく歩いたので、もう疲れてね、暖炉つけっぱなしでそのまま寝ちゃったんですけど、朝はね、なぜか5時に目が覚めたんですね。せっかくなのでちょっとね、ティータイムを楽しみました。普段こういうおしゃれなのを使わないので、ちょっとね手元が動作がねぎこちないんですけど、なんかね可愛いのがあったので、これにぶら下げて吊るして蒸らすみたいで、せっかくなので使ってみました。で、窓開けてみました。なんかすごい爽やかな感じですよね。お庭もねすごく広くって小屋もあって、すごい可愛かった。風も少し止んだみたい。この日はもうチェックアウトの日なので、スーツケースにまたね荷物を詰め込んで、前日の手芸店でラミネートを購入したので、シワにならないように梱包しました。それからホストの方にもメッセージを残して、飛行機でオスロの方に移動するので、それまで荷物の方も預かってもらいました。いろいろ準備してたら遅くなっちゃったんですけれども、昨日と同じ中央駅まで来ました。ここから視聴者を目指します。このチボリ遊園地のそばを歩いていったんですけど、もうすごい賑やかな声が聞こえてきて、ジェットコースターに乗ってるね子供たちの声が聞こえてきてね、すごい楽しそうだった。子供たちが小さかった頃からずっと子連れ海外旅行もしてきたんですけど、北欧は唯一物価高っていうことで、なかなかね旅行のことで視野に入れることはなかったんですよね。海外でみんなでジェットコースターとか乗れたら楽しかっただろうな。でもやっぱり北欧は物価が高いから、家族旅行にはちょっと厳しいかもしれないですね。この日は少し風が止んでお天気に恵まれました。で、前日の夜にホストの方とこの風が強かった話をずっとしてたんですけど、どうやらねデンマークは海に囲まれてるから風の強い日が多いみたいです。で、そのまままっすぐに行って左に曲がると視聴者になります。ここに来てもすごい声が聞こえてくるから、振り向いたらねすごいの乗り物がぐるぐる回ってました。私はハイランド系の乗り物が大好きなので、いつかね乗りたいな。この左側のコーナーのところはコペンハーゲンミュージアムって書いてあったので、美術館みたいですね。中には入らなかったんですけど、建物ね素敵でしたよ。ここはシティパスを持ってると無料で入れるんですよね。美術館巡りを予定している方はシティパスを利用された方がいいかなと思います。なんか建物がすごい綺麗で目移りしちゃいます。このね電線がねずっとこう張り巡らされててね、面白いよね。この先に見えるのが視聴者です。自転車と歩行者とちゃんと道がね分かれてるところもいいですよね。で、だいたい10分ぐらいで視聴者に到着です。で、遠くにスタバの看板が見えたので撮ってみました。ここではないですね。ここはねホテルなので、隣もスカンディックホテルになってますね。で、ずっと行くとここが視聴者になります。結構ね大きくって広くって、で中も自由に入れたので中に行ってみました。ちょうどこの日は何かイベントがやってたみたいで、入り口が開いてたので自由に観覧できたみたいです。実際調べてみるとガイドツアーっていうのがあって、そのガイドツアーでしか見れない部屋とかもあるみたいです。視聴者の塔はコペンハーゲンで2番目に高い105メートルの高さを持つことで有名だそうです。視聴者の塔より高い建物を建ててはならないっていう条例があるそうで、近代的な建物はあっても高層ビルはないっていう歴史的な街並みが守られているそうです。そう言われてみれば高いビルはなかったかなっていう印象ですね。階段の窓からもチボリ遊園地からの賑やかな声が聞こえてきましたよ。この階段の装飾もすごい美しくないですか？で、これも何年建築なのかなって調べたら1905年でしたね。まだそこまで古くはなかったかなっていう感じです。ただもうすごくね重厚感もあるし、天井には絵が描かれてたり、こういうねなんか装飾もすごくねおしゃれでした。
ここは来てよかったなと思います。本当は兵隊の交代式とか見たかったんですけど、見どころ満載で楽しめました。あと図書室みたいなところも見れたり、それからアンデルセンの彫刻とかもいくつかね見れました。もう時間的に兵隊の交代式は見れないなと思ったので、この後ランチに行きます。昨日も来たニューハウンです。ここでもう今日は絶対ここでランチしようって決めてたので、美味しいところどこかなって Google マップで高評価のところ目指して行ったんですけど、なんかいっぱいお店があるからどこにしようかなってちょっとね実際見ながら決めてみました。でこのオープンサンドのお店がすごく気になって行ったんですけど、席が全然空いてなくてどうしようと思ったら、このね今お支払いしてるお兄さんがすぐ席立つよってことで譲っていただけました。ありがとうございます。もうすごくいい、もう特等席じゃないですか。これいい眺めでランチしました。テーブルに水が置いてあるんですけど、これ飲むと有料になるんですよね。私はもうビールが飲みたかったので水は手をつけずにランチビールをいただきました。この日のメニューはニシンの酢漬けとサーモンとカツとエビでした。ビールをいただいたので5300円になりましたけど、どれも美味しかったです。眺めもいいしおすすめのお店です。この席に座ってました。川沿いの席は満席になることが多いので本当に運だと思います。この日は風も少し止んでたので、この観光船も乗りたかったんですけど、時間的にもう無理があったので諦めました。反対側はレストランがそんななかったかな。やっぱりこっち側だけだったような気がします。ずーっと端っこまでどこがいいかなってレストラン探したんですけどね、最終的には今回のところで良かったです。ランチも1時間ぐらいゆっくりできたので良かったです。ここにもウーバーと同じような配達の人たちがいましたよ。ウォルトって言いますね。ここはストロイエ通りって言って、そのまままっすぐ歩いてきたところですね。なんかお店とかがいっぱい並んでて、歩行者天国みたいになってる場所です。ここでね無印見つけました。早速ね入っちゃいます。本当はおトイレをお借りしようと思ったんですけど、無印もちょっと覗いてきました。完全に日本と同じですよね。そのまま日本語のままで、別にラベルを貼り替えるでもなくそのままね売ってました。なんか日本のものが普通に販売されてるとちょっとね誇らしく感じちゃいますよね。で海外行くとだいたいヴィトンを除くんですけど、ここはね意外と種類少なかった印象ですね。入場規制もやってて順番に入るような感じでした。お買い物は今回はしなかったです。この後最後に手芸店を覗こうかなと思ってちょっと街歩きをしてるところです。雑貨屋さんもねすごくねおしゃれで、外から眺めてるだけでもね楽しめました。このストロイエ通りからちょっと脇道に入ったところにちょっと人だかりがあったので行ってみました。で後から調べたら、ここラグレースっていうんですけど、デンマーク最古のお菓子屋さんみたいで、すごくね人気ショップでいつも混んでるみたいです。あと歩いてたらアンティークショップも見つけました。ここもね結構人が多くってにぎわってましたね。こういうねちょっとごちゃごちゃしてるところからなんかいいものないかなってね見つけるのが好きです。なんか空き缶とかもね意外とこれね新しめでしたね。あとスプーンだったりとか洋服とか、あとねコペンハーゲンのお皿もありました。小さいのだけお土産にしました。ここはお店の名前なんて読むのかちょっとわからないんですけど、実際にはこう毛糸がメインに販売されているお店でした。布はね一つもなかったですよ。手芸糸が販売されてて、あとはボタンとかも福祉材関係が少し並んでました。すごいカラフルで綺麗に陳列されてて目が癒されました。海外の手芸店とか行くとよく思うんですけど、ここにいるお客さんみんな同じハンドメイド好きで集まってるって思うと、なんとなくね親近感持っちゃって話しかけたくなっちゃいます。
もっと早く空港に向かう予定だったんですけど、4時5分のバスがギリギリだったので、もうあと30分もないということで、お土産をですねまだ買ってなかったのでちょっと探しに行きました。この後お土産を買ってバスに乗ります。このサンドイッチ屋さんちょっと面白かったの。少し下がったところにあるんですよね。時間がないんですけど、やっぱり街並みがね可愛くてついついね撮っちゃってますね。本当は地下鉄で帰ろうかなと思ったんですけど、やっぱりね最後に景色が見たくてバスに乗って、一度エアビーに向かって荷物をピックアップしに向かってます。このね途中で見えるアパートマンションっていうの、この建物なんですけど、よく見るとバルコニーがガラス張りになってるんですよ。これがねすごくね印象的でした。最後にバス乗れてよかったです。エアビーに行って荷物をピックアップしたんですけど、ホストの方には最後お会いできなくて本当にね残念でした。でまた空港行きのバスに乗ってカストルプ空港に到着です。でせっかくなので今回宿泊したエアビーのルームツアーをしたいと思います。まずね到着すると、ここね2階なんですよね。2階までスーツケース運んでいただきました。本当にありがたかった。すごく重かったんで助かりました。そしたらねこうやってドアのところにウェルカムってウェルカムボード作っててくれて、なんかあったかく迎えてもらえて嬉しかった。この部屋にしたのはやっぱり暖炉があるからだったんですけど、もう本当にね写真で紹介されたまんまのお部屋だったので、すごいね安心して滞在することができたのも良かったし、ホストの方もすごく親切で、もう4年ぐらい英語も使ってなかったですし、そこまで英語を流暢に喋れるっていうわけでもないので、どうかなってちょっとね緊張してたんですけど、でもちゃんと聞いてくれたりしてコミュニケーションが取れたのは本当に良かったなと思います。あとねお部屋のセンスがすごくいいのは、これホストの方のセンスかと思うんですけど、雑貨類とかもねおしゃれに飾ってあって、もう居心地はねとっても良かったです。ここ本当におすすめ。ただ空港から近いけど市内からはちょっと離れてるので、でもそんなに苦じゃないよっていう方とか、あとゆっくり旅がしたいっていう方にはおすすめのお部屋になります。でこの部屋は2つベッドがあったんですけど、どっちも使っていいよっていう風に言ってもらいました。で隣の部屋にもファミリールームみたいなところがあったので、家族で利用されることができるお部屋になってます。それから Wi-Fi の速度もすごくね速くて良かったです。あとお洗濯も1回だけ無料で、2回目以降は有料になるっていうことでした。この時到着したばっかりで撮影してるんですけど、オーナーさんがねちょっと見えたので隠し撮りしちゃいました。夜の8時なんですけど、まだ明るいですよね。もう疲れてずっと一日移動だったんですけど、結局ねこういうことしてました。翌朝ちょっとこの天窓開けてみました。風ね強かったんですけど、だからねちょっと怖くて手が離せなかったんですけどね、このピンクに見えるお花、木のお花は日本でいうと桜みたいな存在だそうです。春なんですよね、デンマークも。やっぱり北欧は冬が長いので、こうやって外も楽しめるように天窓とかね多くあるのかなっていう印象でした。隣の家とか向かいの家も天窓が必ずある感じですよね。でここはシャワールームですね。トイレとシャワーが一緒になった部屋になってます。こうやって泊まるのは別になってるので、オーナーさんと一緒に使うわけじゃなくって、泊まってる人だけが使えるように分かれてるのもすごくね良かったです。時間気にしないで入れますからね。あとはタオルとかドライヤーとかも使わせていただきました。これは Airbnb によって設備が変わると思うので、宿泊の時に確認されるといいかなと思います。それからレンジと冷蔵庫もついてます。簡単な調理とかもできる感じですね。でここにお水とミルクを用意しておいてくれて、ありがたくいただきました。お皿とかグラスとかカトラリーとかも全てね揃ってて、綺麗に整ってるこの Airbnb は本当に良かったですよ。今回の旅行で他の Airbnb にもあと2カ所泊まってるんですけど、この Airbnb が一番綺麗でした。もう早速お水いただきました。もう移動が長かったのでヘトヘトだったんですけど、お部屋がね可愛かったのでテンション上がっちゃいましたよね。こんな風にね撮影しながらお水いただくなんてねちょっと洒落てますよね。こういうことして荷物も荷ほどきもせずに
ゆっくり落ち着いてそのまま夜が更けていったところです。でろうそくとかもあちこちに置いてあったので何気に灯したりとかしてゆっくり過ごしました。シャワーを浴びてやっと一息ついたところで夜のね9時半なんですけど、まだねこんだけ明るいんですよね。普段は到着したらすぐ買い出しに行ったりするんですけど、もう疲れちゃったしもういいかなってことでこの日は夕飯なしになりました。お腹もねそんなに空いてなかったですよね。ラウンジでね結構いろいろ食べてたんで。あと暖炉もやり方教えてもらって一人でね最後の朝ですね、これちょっと使って撮影してみました。どんな風になるかなってちょっとね癒しの時間でした。で最後マッチつけるんですけど、どこにあるのと思ったらここにあったの、飾ってあったんですよ。おしゃれすぎでしょ。こんな風にして最初のコペンハーゲンの夜は過ぎていきました。もう疲れてね旅日記とかも書いてたんですけど、結構そのまま寝落ちしちゃうことが多かったです。あとここの Airb には結構いろんな小物とかも置いてあったので、電源ソケットとかもあったりして心遣いが本当にもうありがたい感じの場所でした。ぜひねおすすめなので概要欄の方にも掲載しているので、よかったら参考にしてみてください。こういうニットのソックスとかも置いてあってありがたかったです。あとポットもあるので部屋でお湯を沸かして紅茶とかコーヒーもいただけました。これもね自由に飲んでいいよっていうことでいただいたんですけど、あとねテーブルには果物も置いてあってそちらもね自由にいただけたので、翌朝の朝ごはんになりました。食べるもの何も持ってきてなかったのでリンゴとかオレンジとかあってすごくね助かりました。ということで今回の動画はここまでになります。次の動画はノルウェーに移動します。カストルプ空港のラウンジも利用させていただいたので、そちらのレポの方も紹介したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。